じゃあ開けようか。行くぞ。はい。じゃあお願いします。いよいよ反対に向いた方がいい。はい。じゃあ、よし。これだ。おお。熱い。じゃあ、まあ、とりあえずいいよ。手紙くんのから行くか。おお、なんか、すごいよ。うわー、なんかすごい。背中にくるね、これ。熱が。なんか完全に体に火が入っていく感じ。こう、山奥に来て、田んぼして陶芸やってると、なんか、自然にそういう、こういうことなんだなーっていうのがなんとなく体験していくみたいな。そこに梅が咲いてるんですけど、梅が咲いてたら、なんか梅の花を描いてとか、なんか、昔の人も、花が咲いてるから花描いてたのかなとか、っていうぐらいの。トゲがあったりするんですけど。おかえりなさい。前勤めてた窯元を辞めるっていうなってから、やっぱここに越してこようっていう、もちろん引っ越そうとは思ってたんですけど、でもそのタイミングでもう仕事は辞めるっていうので。私よりナチュラルが好き。こういう田舎が私より好きだし、田んぼ作りとかも私より多分好きだし、だから私の方がもうちょっと便利なとこに行きたいですそうだね。割と僕がその陶芸、薪窯もやりたかったし、そういうことができる環境を割と優先してきたんで、だからでも千春さんも陶芸がやりやすいのには変わりないんで、そこはちゃんと合意のもと来たとは思ってるんですけど、でも僕のそういう意向は反映されてる方かなと。本当ここ見えてるところが割と自分家の山で、この窯作ったところもああいうふうにヒノキが生えてて、それを切り倒して隣のおじさんが製材してくれてこの屋根を作ったんですけど、っていう、だからもともと生えてたものがまたここに立ったっていう。この建物はもともとあったわけじゃない。そう、自分たちでそれこそ太郎さんとかぬかがさんとか石川さんとか、そこのらへんの陶芸先輩たちが助けに来てくれて、
で最初この窯も一人でチコチコ作ってて、そのまあその作ってたんですけど、そしたらまあその時からぬかがさんのところには出入りさせてもらってて、で同時進行で自分のも作ってて、そしたらぬかがさんが「じゃあ新田君とこもみんなで作りに行こうぜ」みたいなこと言ってくれて、であっという間に完成したっていう一人だと全然進まなかったのが、みんな78人来てくれてわーってやってくれて完成して、でこの屋根もみんなで。釜を作るときは土を掘ってったんですか？どうやって？そうっす。なんか本当に町の人がいい人で、この製材所のおじさんと反対側のおじさんが引っ越してきたら、その陶芸家やなみたいな、窯作るんやろみたいな、いつ作るんやみたいな感じで掘ったるぞみたいな感じで、でいざ作るってなった時に「お願いします」っつって、ユンボでこの幅ぐらいで掘ってくださいって言って掘ってもらって、だから本当に両隣のおじ様に支えられてこの窯が出来上がった。はい、在学中から漠然とこの焼き物の関係で食べてきたいなと思ったり、やっぱり作家という仕事に憧れたんですけど、自分のそのまあ卒業時点の実力ではこれでやっていける気がしないなというのが思っていたので、ちょっといろいろ考えた時に多治見市にその多治見市陶磁器小研究所という学校があって、結構有名な人が出てたので、ここに行ってみようかなと思って、入所しました。私はとりあえず大学で一通り学んだから、もう一個ラボっていうのがあって、そっちはなんか大学院みたいな感じで、もうちょっと応用みたいなことを学ぶんですけど、そのラボでいいかなと思って1年のコースに行きました。新田くんは2年のコースなんですけど。そこと知り合い？入所時期が一緒で、それで仲良くなりました元をたどると、多分こういうなんていうんですかね、幾何学模様が好きだったからだと思うんですけど、最近はその筆の勢いとか、模様同士の間とかなんていうか構成みたいなのを
楽しみながら作ってる気がします。最近はテンポ感あ、テンポ感がありました。最初はこういう色の釉薬をやることが多くって、カラフルな釉薬結構やってたんですけど、なんかこれ結構不安定で、なんか作るのが疲れちゃった時に絵付けを始めて、そしたらこれがなんかちょっと縮小傾向になり、絵付けの方がメインになりという感じで、だから巻き窯のものに今ちょっとだけこういう色のついた釉薬のものを作ってる感じですかね。はい、このリムがへたるかなと思って焼くとこう落ちちゃうかなって思ってこう焼いたんですけど、で貝で目立てしたら器で料理盛る時に貝が可愛いってなるかなって思ってやりました。でも巻き窯の方はちょっと私釜詰めしてないので貝やってくれてないかも。焼くときに一緒にあ、そうですそうで焼いす。て、でこの貝の跡が可愛いですよね。かわいい。しっかりあ、そう形そう残りますね。であとまだ仕上げてないのでこのギザギザは仕上げの時に処理して納品しようかなと。なんかいいなって思う作家さんの個展に行った時にちょうど在廊されてて、その人と喋ってた時に「怖い顔して黒黒引っ取ったらあかんよ」って「口笛吹いて吹きながらやれるぐらいじゃないと思って」って言われて、怖い顔して運転してる人の助手席乗りたくないでしょ、それと一緒だよって言われて、そうなんだ。3年生になって就職活動とか始めた時にいざ働くってなった時にあれ何やりたいんだろうって真剣に考えた時にちょっともう一回美術の勉強をしたいなと思って、そこで美術の勉強をデッサンとか着彩とかそういう粘土とかをやった時になんか粘土が一番面白いな、なんか自分でもう一番上手にできてる感じがあったし面白いなっていうので、ちょっと陶芸家面白そうだなみたいなっていうので、陶芸家になるにはどうしたらいいんだろうと思って調べた時にその多治見の学校があって、で、何も考えないで来たっていう感じですね。でそのまま多治見に住み着いて、で手締まいになってきてこっちに来たっていう感じですかね。陶芸やりたいなって思った時に近所の陶芸教室に行ったんですけど、最初その衣装研究所の試験がもう終わっちゃってたんで3月で1年待たなきゃいけなくて、来年受けるのに陶芸教室通いながらバイトしてお金貯めて来年受けようと思って行った陶芸教室の先生が、巻き窯もやってて、なんか陶芸は原始的な方が面白いよみたいなことを言われたのはすごい覚えてますね。原始的な方に行けば行くほど面白いよみたいな。それは別に人それぞれだと思うんですけど、その先生はそういう
考え方だったのかなっては思いますけど。でそこですごい僕もいつか巻き窯やりたいなみたいなっていう思いは常にあって、そこでその先生に出会ってたから、こういう方向性に来たのかなっていうのはすごい思いますね。でも別に電気窯だから悪いとかガス窯だからどうこうっていうのは全然なくて、僕も電気窯もガス窯も使いますし、ただ単純に面白そうだなっていう、こっちの方がっていう方向に進んできてるっていう。こっちに引っ越してきた時も3年ぐらいは窯を作るまではガス窯で炊いてたんですけど、もうなんかちょっともう自分がつまんなくなってきちゃって、ガス窯に。これがだからまだ多治見にいたら多分僕はもう結構きつかったかなっていう、精神的にちょっと陶芸がつまんなくなっちゃってたかもなっていう感じは。もちろん今思うと別にガス窯とかでも別にチャレンジなんていくらでもできるんですけど、ただ目の前にこういう土地があってやりたいと思ってきてるのになんかっていうモヤモヤみたいなのがずっとあって、だからもうそうですね、実はだからこの窯を作る前に1個窯を作ってるんですけど、ちっちゃい窯を。それをだからもうやらなきゃいけない納品の仕事とかが納期がすごい迫ってたんですけど、それをもうギリギリまでやらないでちょこちょここう窯を作ってるっていうことをしてました。楽しみだ。めっちゃくちゃい。だって昨日から炊き始めてるの。そうですね、昨日の3時ぐらいに火が入って、そこから昨日は1時ぐらいまで、炙りみたいな感じでそんなに温度を上げずに、300度とか400度ぐらいまでぼちぼちゆっくり炊きながら、なんか窯全体を温めるっていうか湿気を抜いたりとかで一回そこで止めて、で止めてから朝ちょっと一回仮眠して、今日だと1時半ぐらいに止めて4時半ぐらいにもう一回スタートして、そうすると多分400度ぐらいだったのが200度ぐらいになってて、そこからもう一回スタート。そこから温度上げてって。そうですね。そうすると結構窯の中が温まってて均一なんで、そこからスルスル温度が上がって、あれが落ち着いてきた頃に入れると黒煙が出て、その後火が出て、要するに今還元状態って言って、その酸素が窯の中にない状態で、あれがどんどん落ち着いてって、どんどん酸化状態、その窯の中に酸素が入ってって、でそれがどんどん火が落ち着いてくるともう本当に酸化になって、そうするその過程でどんどん温度が上がっていくんですけど、そこから温度計ももちろん見るんですけど、あれが炎が落ち着いてどうかなっていう時に、薪をいいタイミングで入れていく。じゃあ次ちょっと僕見るんで、よかったら横から今その引き出し黒のがどうなってるか見て、タイミング良ければ引き出しちゃうんで、それを取りますか。よかったらイベントタイム、みんなも楽しい。実際にもうそこから冷めれば触れるんで、よく焼けてなかったらみんな沈黙してるかもしれないですけど。ここは地形そのままの。そうですね。この斜面があったんで、斜面を利用して、ここも本当にただ隣のおじさんにユンボで掘ってもらっただけで、
でその地形をベースにただレンガでその土をせき止めてるだけ。後ろで酒飲んでるだけ。これも朝9時ぐらいに奥さんと変わってから一本も巻き入れないまあ4時にリスタートして、そこから一人だったんでっていう言い訳をしてます。一番しんどい朝の時間。大体このメンバーがいつも手伝いに来てくれて、で一緒に作品入れて本当に助けられながらやっております。そろそろ覗きます。ちょっと引き出すかどうかわかんないですけど、覗きます。はい。無理だね。いいよ、そのままで。あ、蓋しない方がいいかも。しなくてもいいよ。その上がてってるてだから。これも出しちゃおう。よいしょ。これはいけるかな。熱い。よいしょ。ほ、じゃあこれで、もう一個いくわ。うん。ちょっと配置替えをする。ちょうど良さそう。どうしようかな。この人をちょっと後ろにして。入れちゃって。このぐらいは何を見てある人？今もう見るからに見るともう溶けてるとテラテラこうなんだろうカサカサしてるかテラテラしてるかでもう一目見れば溶けてるかどうかもう分かるんで溶けてればもう取り出すしっていう結構この引き出し黒自体の釉薬がちょうどいいタイミングがすごい短くて溶けてないなと思ったら次の時には結構溶けてたりとかですごい流れすぎちゃうことがあるんでだから結構こうしょっちゅう見てっていう感じです。OK。でもその引き出し黒ってすごい伝統的な技法だから。お茶の世界で、ね、そう尊ばれている冬のお茶碗のそうですね。なんで僕たちは趣味でやってる全然お茶を真面目にやってるけどなんだろう楽しいから引き出してるっていうだけだからなんだろうなやばいなこういうこと言っちゃいけないんだなそうですね途中で見たいから引き出してるってあれいいかもよ今回ねいやいいじゃん俺すげえねちょうどいいじゃん過去一出たかもしれないねねちょうどいいわすごい溶けすぎちゃうからなんかこっちがこの扉の方ちょっと分かりにくいんですけどちょっと溶けが甘くてちょっとデコボコしてるってこっちのがつるっとしてこの扉側じゃない方釜の内側その片目代わりまでいったら大げさですけどこの表情が表裏で違うのが面白いところ。よいしょ。
あ、いいじゃん。悪くない。本当にいいな。いいですね。うん。これは多分まだ熱いだろうな。まだ発火しそうなぐらい。あ、まだだね。よいしょ、もうちょっと炭化させとこう。炭素を入れてちょっと。これは何ですか？周りにある。これもみ殻ですね。そう。この僕も田んぼ作ってるんで、太郎さんも田んぼ作ってるんですけど、この本当にこの集落で採れたもみ殻です。まあ僕のも混じって。なんかその稲作とこの陶芸って結構密接にリンクしてて、こういうもみ殻とかも稲わらとかも陶芸のその窯の材料とかにすごいこうやって使ったりとか、そういうもみ殻って耐火度がすごい高いんで、下に敷いて釉薬がつかないようにとかしたりとか。燃えはしない。燃えはするんですけど、その溶けないんですよ。この黒いまんまで残ってとか真っ白くなるんですけど、でその釉薬化しないんで、まあ簡単に取れる。あと藁とかはまあ伝統的にその藁焙油って言って、その藁を燃やして釉薬にしたりとか、まあもちろんその備前焼とかだとそれを巻いて、そういう火出す木って言って、そういう藁を巻いた後をつけたりとか、そういうだからまあだいぶまあ本当に自然のサイクルに陶芸は組み込まれてたんだなっていうのはすごい思いますけどね。僕も田んぼをやろうと思ってやってたわけじゃないですけど、こう山奥に来て田んぼして陶芸やってると、なんか自然にそういうこういうことなんだなっていうのがなんとなくわかるっていうか、なんか体験していくみたいな。なんか花がそこに梅が咲いてるんですけど、梅が咲いてたらなんか梅の花を描いてとか、なんか、昔の人も、花が咲いてるから花描いてたのかなとかっていうぐらいの。結構ぐずついてる。コロナ禍にやっぱりまあ当時もっと陶芸の仕事そんななかったんですけど、よりなんか世の中どうなっちゃうんだろうみたいな感じだったじゃないですか。で陶芸家も結構みんな暇になった人が多かったみたいで、さっき話してた額賀さんとかが巻き窯を作り始めて、で新たもちょっと誘われて行き始めて、で私もちょっと時間持て余してるから試しに入れてみようかなっていうところから始まって、別に元は全然巻き窯やりたいって思ってたわけじゃないんですけど、ちょっと入れ始めたらこういう表現面白いかもと思って今につながってます。だから、子供生まれてからはだいぶ巻き入れたりが朝だけとかになったんですけど入れたりしてます。そして多分本当に一二を争うぐらい緩い窯だと思う。そうなんですか。そうなんですよ。そんなことしないだろうな。出るための装置作って出るために全力。すげえうまそう。
はい。うわー、美味しそう。せっかくならね、太郎さんのダイレクトアタックの方が。おー、いい匂いがするバジルの。ね。わあ、うわ、これ。一回突っ込みたかったかもしれないですね。ん？一回突っ込みたかったかもしれない。そうだね。一回突っ込む上だけひょいって。突っ込みます。じゃあ、蓋開けましょうか。私素手で大丈夫ですかね。多分大丈夫だと。この距離なら。ふざけてんのか。ああ、どう？いいんじゃない？いいんじゃない？ああ、どう？美味しそう今まるで焼きたて。まるで焼きたて。まるで焼きたてって言うと焼きたてじゃねえみたいな。あ、そのさ、アルミホイル外したら。あ、そうか。太郎さんの。下が太郎さんの器で。よいしょ。うわ、一瞬で縁が。もう今太郎さんがピザ作った人みたいな。ピザ泥棒。私が焼きました。する時もあるし、締める時もあるし。あんま真面目な話しないですよね。そうだね。そこまで真面目な話はしない。何の話する全く覚えてないですね。中身のない話をずっとただしてケラケラ笑うっていう。ちゃんとしてるところはちゃんとしてるんですけど、例えばお茶碗とかお皿だったり湯飲みだったりしてるんですけど、まあ、たまに変なのを作ってくるんですよ。レンガ皿っつって言って急にこのレンガを型にしてスライスした粘土ピチンって貼り付けた、今回の釜にも多分入ってるんですけど、急にレンガ皿作ったっつって言って、昔なんか餃子作りにハマってる時はジャンボ餃子皿作ったっつって言って、なんか餃子の形した醤油入れる皿とか作ったりとか、なんか変なのたまに持ってくるから変な人だなっつって思いながら、まあでもなんかその辺の振り幅がすごい今興味あるものをちゃんと作品になんか落とし込んでて、なんか面白いなって思いますね。でも僕も結構新田さんの作品家でガンガン使ってるんで気に入って、他の作家さんのもあるんですけど、なんだかんだこう自然と手が伸びる器な気がしますね。でもなんか人となりは全然知らない時にこれいいなと思ってたのは小黒さんの作品だったんですよ。で、あなたが作ってたんですねみたいな感じで、器のなんか絵付けが特徴的じゃないですか。なんかその線の柔らかさとかが綺麗でいいなと思って、もともと好きな作家さんだったんですけど、形に関して言うとなんかよくここで止められるなみたいな絶妙なバランスで、これでいいって止めれるあの感性が変な人だなっつって思う。両方変な人。やっぱなんか変だなっつって、どう考えてもこの口元まっすぐによし、じゃあもう粘土で埋めよう。見栄えがよく言われる。
その鹿が流れてる。やったー、ちゃんと俺も巻きにして音楽を。マキヤさん、こいつ全然巻きれねえな。なんとなく歩ける気がしちゃうから、あの店とあの店とあの店、結局結構な距離歩いてる。よいしょ。あ、美味しそう。美味しそう。美味しそうじゃん。私はその最初に大学で陶芸をやった時にろくろでできる形にあんまり魅力を感じなくて手びねりとかの方をやってたんですけど、でもまあこの器を作るようになってやっと今になってろくろでできる器の美しさとかがやっと分かってきたんで、また今大学の頃に戻ったらろくろでできるろくろ成形やりたいなとは思うんですけど、まあもう今は今でやってしまってるんで、そこが多分成形の違いからできる形とか面白みが違うから違うような気がします。彼はやっぱりベーシックな、王道な器をしてるので、それこそ私巻き窯とか全然分かってなかったんですけど、やるようになって面白いなと思い始めたんで、すごい私は影響を受けて、なんか自分のやりたいことに焼き物らしさみたいなものが彼によってちょっと影響を受けて、私のやりたいこともちょっと幅が広がったような気がします。やっぱり巻き窯の魅力ってこうなったんだみたいな焼き方が自分でもびっくりすることが結構あるんで、そこが面白いなと思って、その絵付けの器は結構もう想定内のことが出てくるので安定してていいっちゃいいんですけど、たまにやっぱりそういう巻き窯でできる面白さみたいなのが面白いから私は結構楽しんでいます。多治見にいた時は結構他の作家さんのことを考えて嫌だなって勝手に思ってたような気がしますけど、今はもう本当に自分のことしか見えてなくって、どんどん自分の
内側をなんか探ってるような感じがします。でもなんか根本的に彼はろくろ成形で作ってて、私はたたら作りっていう粘土を板状にしたものを貼り合わせて作るので、なんかろくろでできる形とこういう形で若干違いがあるので、多分彼の方が感覚的に作っているような気がします。私はこういう形を作りたいからそれに向けて作るみたいな感じかな。多分あれちはなんかなっちゃったが多いような気がします。なんか本当に陶芸やりたいと思って割と無我夢中というか、あんまり脇目を振らずにここまで来ちゃったような、何のために何とかとかそういうことは考えたことはないですね。なんか本当だから自分本位で自分がやりたいからっていうゾーンでしか動いてこなかったなっていうのは、自分が楽しかったりいいなって思わないと、絶対相手もいいとは思ってくれないとは思うんで、そこは自分が楽しい、あんまり楽しいって感じる瞬間ってそんなに多くないですけど、楽しいっていうよりはおみたいな、なんかちょっとよく弾けたかなとか、それぐらいの感覚だったりとか、ちょっとこういうことやってみようかなみたいな、僕は割となんかこう思いつきで動いちゃう、あんまり毎回成功するわけじゃないですけど、そういうなんか割と突発的な仕事も多いんですけど、そういうそうですね、なんかからだいぶ自己満足な器だとは思うんですけど、でも自分がやっぱ楽しくないと相手も楽しくないのかなっていうのは思うんで、僕なんかスポーツ選手とかスポーツもすごい見たりするのも好きなんですけど、なんかなんだろう、全然別にスポーツ選手でもないのに
なんか共感するじゃないですか、共通のなんて感覚みたいなのって。だから何でもやっぱ続けていくとそういうみんなが共有できる哲学みたいなのが生まれてきてっていうのはなんか面白いなとか。だから別に今は僕はどうこうっていうのは全然ないし、あれでもまあなんか続けてたら何かそういうことを感じ取る人が出てくるのかもしれないのかなとか、そういう大それたことはないですね、メッセージみたいな。ここに来てくれる若い子たちも、だから僕も自分で若いと思ってましたけど、一回り以上離れた子が手伝いに来てくれたりとかもするんで、そういう子たちが何を思ってるか分かんないですけど、なんかまあこんぐらいでもやっていけてんだなみたいなこんな適当な釜でも大丈夫なんだなとか思ってんだったらいいかなとか、思いますけど。いいですか？出発して。出発します。ようやくどうでもよくなってくれたな。怖い存在。どうでもよくなってくれた。はい。まあ、じゃあ結構黒。じゃあお願いします。いよいよ反対に向いた方がいい。はい。今日は冷めてる方かも。暑いとここ起こした時にまだ沖きが残ってる時。隠すのがいいですか？ああ、そうだね。で入るか。ありがとう。Thank you so much。暑い。じゃあ、まあとりあえずいいよ。日上くんのから行くか。おお、なんかすごいよ。うわー、なんかすごい。おお。なんかここら辺ちょっといいんじゃないの？やっぱ上だと焼きすぎてんのか？ちょっとよく見てないけど。よいしょ。これどう？このなんていうんですか、丁寧な暮らしとかそういう自給自足とかっていうことは全く意識はしてないし、自然とそういう方向になっちゃってってるだけで、そうですね。そこに対してのなんかこうなんかこだわりとかポリシーみたいなのはないですね。山じゃ倒れてないぞ。あ爆発小黒さんとお友達が逆サイド行きます。陶芸家の仕事、ちょっと遊び心を持ってやる仕事なのかなって、そういう作品が好きなので、なんか遊んじゃってる人の作品見るとなんか夢がある仕事だなって思います。でもやっぱり技術があってすごいいいなって思うんで、やっぱり技術とその表現力両方あるとやっぱいいかな、目指したいなと思います。
おすみさん。おすみさんどうです。うわ、オンズ。オンジー。お、よいしょ。はい、小黒さん。こんがり焼き。転がし。俺にも偽ナンバー見せてよ。ナンバー焼けてる。嘘つきナンバー？すごい、ボタン文字付きだよ。嘘ナンバー？あ、嘘ナンバー？いいじゃん。嘘備前か？裏がなんかああ。いい感じ。やっぱでもキレが。あ、本当だで。も悪くないね。これいいね。なんか悪くなさそう。濡らしたらもっとなんか。うんそっちのなんかさ、重ねてる方もなんか悪くなさそうじゃない？この下の皿とか。ちょっと甘いか？すごいな。これも洗ったら悪くないんじゃないの？小黒さんの高何のかけらだ。いや嘘ナンバーとか言っちゃう絶対ダメ。嘘ナンバー。もう意外に簡単に取れるじゃん。うわ、渋いな。これは渋いぞ。おお。頑張れ。受け取る？激渋。よいしょ。よいしょ。渋いね。激渋だね。おお。ここはなんかかっこいいけどね。渋いね。鉄井戸。中もかけていくかこれ。中もかけたけど。もっとなんか透明感出るかなと思って。そうだね。すごい還元がかかって待ったのか皮膜がすごい。な。うん。おめでとうございます。こんな感じの。ちょっと渋い。もう一回やろうか。もう一回やる。絶対にラップがくっつかない質感っていいよね。うん。確かに止まらない。ここには何も乾燥を防ぐ術がないっていうので。これいいな。あでも柚子肌ですねこれめっちゃ。すごい。豆に手びねり放題ですね。ああ、そうだ。ああ。構造のかっこいいな。うん。ここにはいない温蔵。うん。ちょっと重たいですからね。うい。お怖い。ピッチャー手でいくわ。これはもう手がやられちゃう。やっきりくっついて日差し黒の目にも。まあ、咲いてる時自体は割と順調に終われたかなって思ったんですけど、まあ、開けてみて最近その前の方で自分がいいなと思うものが取れてなかったんですけど、前の方もなんか悪くなくて、逆になんかちょっと後ろが甘すぎたかなっていうところと、まあちょっともう一回でもまだ出したばっかりなんでよく見てみてっていう感じですけど、みんな入れてたのもなんか面白そうな雰囲気もあったし、可能性を感じる釜でした。今回私はちょっと物量が少なかったので、その分いいのが少量でした。寂しい寂しい。
だから次はちゃんと多く入れようと思いました。綺麗なお花。なんか僕やらないことをやってるんで、だから本当に面白いなと思って。俺もそれやりたいなって思うのが何個かあるんですけど、ちょっとなんか嫌がられそうだから。なんかチョークやったりとか転写とかちょっとやりたいなって思うけど、まあちょっともうちょっと様子見とこう。あんまりなんか作風が似るわけじゃないとは思いますけど、共有しすぎるのもなんか良くないかなとか。でもね、自分らしさってなんだろうって悩んでる人もいるからね。だから千春さんとかは。でも私はいろいろあっての今なので、自分の中で。まあそうだよね。まあだからいろいろね。そうそう。なかなかそんなすぐにね、自分らしいものって難しい。いろんなことを見て、もういろんなものがミックスされちゃってっていうところはあるよね。でも巻窯やっぱ作るとこうね、やっぱ一人じゃできないことが多いんで、そうやってまあこの場所にいると若い子も近くにいたりして、そうやって手伝ってくれたりとか、同世代の友達がとか先輩が来てくれて、本当に一気に交友関係というか、そのもうコミュニケーションが増えて、やっぱこの地にいてガス窯と電気窯だけだったらそんなに本当に黙々と作ってその展示したりっていうの繰り返し、まあ基本陶芸家ってまあそういう個人的な仕事だとは思うんですけど、それがなんかやっぱ巻窯作ってからそういうもうコミュニケーションの場所みたいな、すごい刺激にもなるし、やっぱり楽しいなっていう。普段が孤独な作業なんで。やっぱ陶芸は続けてたいなっていうのは思いますね。で、やっぱり好きな作家さんとかいいなっていう人たちがやっぱ結構高齢な方が多いんで、やっぱその年齢まで続けられてるっていうことは、その頃には僕も少しはいいものが作れてるようになってるのかなっていう、そこまで続けられてるっていうことはそういうことなのかなと思うんで、ちゃんと陶芸続けていきたいなっていうのは思いますね。同じく同じです。同じなの。同じ。いいものってなんだろうね。こう時間差がある時もありますね。こう窯から出しててなんかほっといたけど、ちょっと時間経って
見て、あれこれなんか悪くないかもなみたいなっていうのは、まあでもいろんな陶芸家と喋ってると結構あるあるっぽい感じがするけど、そこに時間差はある。でも結局なんか自分が見たり感じてきたことの中からしか出てこなかったり感じ取れないから、なんかそういう意味でもいっぱいいろんなものを見たり経験した方がいいんだろうなって思いますね。